おはようございます。ケンです。本日もテスラに関する最新情報を今日は3つまとめて解説していきたいと思います。今回のニュースは一見バラバラに見えるかもしれません。しかし実は全てイーロン・マスクさんが進めている大きな戦略の中にあります。AI、金融、そしてテスラの事業。この3つがどのようにつながっているのか、テスラの未来を考える上でとても重要なヒントじゃないかと思いますので、ぜひ最後まで今日もご視聴ください。それでは早速1つ目のニュースから見ていきましょう。まず1つ目はテスラと XAI の新しいプロジェクトについてです。イーロン・マスクさんはテスラと XAI が共同で進めている新しい AI プロジェクトについて言及しました。その名前はデジタルオプティマスです。この名前を聞いてピンときた方も多いと思います。そうです。テスラが開発している人型ロボットオプティマスと同じ名前なんです。ただし、今回のデジタルオプティマスは物理的なロボットではありません。いわばデジタルの世界で働く AI 社員なんです。具体的には AI が人間のパソコン操作を理解し、実際に作業を行うという仕組みです。例えば、会計処理、データ入力、事務作業、ソフトウェアの操作、こういったホワイトカラーの業務を AI が代わりに行う可能性があります。ここで重要になってくるのは、この AI の頭脳として XAI の AI である Grok が使われるという点です。つまり、テスラと XAI の技術が統合され始めているということになります。ここから見えてくるのは、イーロン・マスクさんが考えている未来です。現実世界ではオプティマスロボットが働く。デジタル世界ではデジタルオプティマスが働く。つまり、物理労働とデジタル労働の両方を AI が担う世界です。これは単なる AI ツールではありません。AI が労働力になるという考え方です。もしこれが実現すれば、企業のコスト構造そのものが変わる可能性があります。では次に2つ目のニュースです。イーロン・マスクさんが率いる X で新しい金融サービスがいよいよ一般公開される予定です。その名前は X マネーです。イーロン・マスクさんは来月からこのサービスをアーリーパブリックアクセス、つまり早期一般公開の形で提供する予定だと明らかにしました。この X マネーは何かというと、簡単に言えば X アプリの中で使えるデジタルウォレットです。ユーザーは送金、支払い、資金管理、こういったことをすべて X の中で行えるようになります。しかもこのサービスはビザとの連携によって実現します。つまり単なる SNS での機能ではなく、本格的な金融インフラを作ろうとしているわけです。ここで思い出してほしいのが、イーロン・マスクさんの Everything Up 構想です。これは SNS、メッセージ、動画金融、すべてが一つのアプリの中で完結するという考え方です。中国の WeChat のようなアプリをイメージすると分かりやすいかもしれません。では、これがテスラとどう関係するのでしょうか。一つの可能性として考えられるのが将来のロボタクシーです。もしテスラのロボタクシーが普及した場合に、乗車料金の支払い、ドライバー収益の分配、車両オーナーへの報酬、こういったお金の流れが全てデジタル化されていくと思います。その決済のインフラとして X マネーが使われる可能性っていうのは僕は十分にあるんじゃないかと思います。そうなってくると、イーロン・マスクさんはモビリティ、AI、金融、この3つを一つのエコシステムとして作ろうとしているかもしれません。では3つ目のニュースに行きます。これはテスラ株投資家にとってかなり気になるデータとなっています。テスラの中国販売についてです。2026年2月、テスラの中国工場のギガファクトリー上海から出荷された車の台数は58,599台でした。この数字は前年比で見るとなんと 91% の増加です。かなり大きな伸びとなっています。ただし前月と比較すると少し減少しています。これは主に旧正月、いわゆる春節の影響です。中国ではこの期間、多くの工場が休みに入ります。そのため生産と出荷が一時的に落ちるのはある意味で季節要因とも言えます。ここで重要なのは、最近よく聞くテスラは中国で苦戦しているというストーリーです。
確かに中国市場では BYD などの EV メーカーとの競争が非常に激しくなっています。しかし、今回のデータを見ると、需要が完全に崩れているわけではないということもわかります。むしろ販売はしっかりと回復しているとも言えます。テスラにとって中国は世界最大級の EV 市場です。そしてギガ上海は世界向けの輸出拠点としても重要な役割を担っています。その意味でこの販売データっていうのは短期的な株価の材料としても注目される可能性があります。はい。ということで、今回のニュースをまとめてみましょう。一つ目は、テスラと XAI の AI プロジェクトであるデジタルオプティマス。これは AI が人間の仕事をしてくれるという新しい労働モデルにつながる可能性があります。二つ目は、X の金融サービスである X マネーです。イーロン・マスクさんが目指す Everything Up 構想の中核となるサービスとなっていくでしょう。そして3つ目はテスラ中国の販売の回復です。中国市場での需要が依然として強いことを示すデータでした。こうして並べてみると、イーロン・マスクさんが作ろうとしている世界が少し見えてきます。AI、金融、モビリティ、この3つが少しずつつながり始めているのかもしれません。そしてその中心にいるのがテスラです。これからテスラは単なる EV メーカーではなく AI とデジタル経済の中心企業になっていくかもしれませんね。はい。ということで本日の内容は以上ですけれども、最後にテスラの株価チェックしておきましょう。本日は上昇し、現在405ドルとなっております。はい。では本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら、高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえば、テスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方はチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。では今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。追伸です。もしテスラの購入を検討されているなら、僕は中古をお勧めします。テスラの場合はアップデートするので、去年買おうが今買おうが中身は同じです。モデル 3Y それぞれデザインは変わりましたけれども、基本的な中身は同じです。それを踏まえると、一番のおすすめはハードウェア4搭載の中古を買うのがいいと思います。実際にテスラに乗ってテスラの情報を収集していると、購入前に不安だったバッテリーの問題、これも全くなくなりました。テスラの場合は30万キロ、40万キロは全然走ると思います。そう考えると10万キロ以上走っているテスラとかもかなりお買い得だと思います。なので新型のデザインじゃないと嫌っていうのがないんだったら、僕は中古をお勧めします。もし中古のテスラに興味のある方は概要欄の中古テスラ情報の台、こちら用意していますので登録されてみてください。中古テスラ情報を定期的にお届けしています。個人だけではなく法人契約も可能です。ぜひね、情報だけでも欲しいって方は登録されておいてください。そして現在モデル X に関しては1台在庫車として持っています。モデル X の中古にも興味がある方はぜひお問い合わせの方よろしくお願いいたします。はい。では本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。